キム・チソンと申します。1987年生まれで、出身は大阪です。今、早稲田大学の文学部でドイツ文学を教えています。ソーシャルトランスレーティングプロジェクトというのは、アジア10カ国の地域の翻訳者が一冊のドイツ語小説をそれぞれの言語に翻訳するというような試みです。このプロジェクトのソーシャルな要素ということになるのですけれども、簡単に説明しますと、ウェブ上にレクトリーと呼ばれる、電子書籍のプラットフォームがありまして、そこに例えば特定の箇所に線を引いたりとか、あと欄外のコメント欄にコメントを書き込んだりして、他の翻訳者ですとか、あと作者自身ですね、なんかと議論を行うことができるようになっています。私はまだ翻訳者としてはすごく駆け出しなので、こういうプロジェクトはすごく助かるなというふうに思いました。実際にやはり分からない箇所ですとか、ドイツ語的にも難しいところもあるのですけれども、なんかこう意味が分からないところとかも作者に直接聞いたりすることができて、すごく助かっています。去年の11月にソウルで最初のキックオフミーティングがありました。翻訳者っていうのはただでさえ、その作者と実作者と比べて顔が見えないといいますか裏方みたいなイメージがありますけれども、そういう実際の翻訳者がしかも今回いたのは、僕を除いてですけれども、皆さんそれぞれの国のもう超一流の翻訳者の方たちで、いろいろその翻訳一般のことについてどんな話をしても学ぶところが多かったです。一つ面白い例があったんですけれども、参加している翻訳者はみんなドイツ語の翻訳者なんですけれども、それぞれ訳す言語は違うので、例えば最終的にこの文を日本語にどうやって訳すかっていうことは誰にも聞けないんですよね。そこはもう自分で責任を持つしかない。それはしょうがないんですけれども、例えば今回ですと日本と韓国と中国、台湾っていう漢字を使う文化圏のいくつかあるので、例えばある韓国の翻訳者の方にあるドイツ語の単語を日本語でどうやって訳したのか漢字で書いてほしいって言われて、でそれを漢字で書くとやはり韓国の方とか中国の方には伝わるので、なるほどっていうふうなことがありました。でも特に今回の、トーマス・メルの「背後の世界」という小説を訳すんですけれども、一つこの小説の特徴としてたくさんポップカルチャーとかの固有名詞とかが出てきて、でそれがやはり日本って割とポップカルチャー、特にアメリカとかのポップカルチャーが有名なので、そのまま訳しても読者に通じるんですけれども、そうでない国とかですとすごく難しいというふうなことは言ってましたね。彼は非常にポップカルチャー、ポップ文学っていうふうに分類されることもあるんですけれども、かなりドイツ文学のイメージが持っているこの歴史とか社会とかそういう問題を語った真面目で重苦しいというイメージは、読まれるとかなりある種裏切られるかなと思うので、この原文が持っているインパクトをなるべく損なわずに日本語に訳して日本の読者に届けたいなと思っています。この本の大きな特徴というのは、内容全てがこれ実は厳密に言うと小説ではないんですよね。表紙を見ても、ロマンっていうその小説っていうジャンルの表記がないように、これは一応ですね、このトーマス・メレが自分の病気の経験についてありのままに書いたというふうなことになっています。でそれが日本で言いますとある種の破滅的な詩小説みたいなのがありますが、葛西善三とかなんかそういうのをちょっと思わせるかなと思って、個人的に非常に興味深い本です。